はい、こんにちは、長戸です。今日の動画はいつもと変わって、最近発売したメテオもそうですし、最近やっぱ髪質改善だったりとか、トリートメントっていうので、たくさんの女性のすごい綺麗なツヤ髪っていうのを作ってるんですけど、やっぱり作ったからには、それをやっぱり写真に撮ってお客様にプレゼントしたりとか、あとは自分自身の SNS に載っけたりとか、そういう美容師さんすごい増えてて、自分が出来上がった渾身の作品っていうのを撮る方法ですね。やっぱりせっかくやったんだから、綺麗に撮りたい。綺麗に撮るためにはどうすればいいかっていうのをしっかりと皆さんと共有してできたらいいかなと思ってこういう動画を作ってみました。なんで、最後まで見ていただいて、ツヤ髪の作り方、今日はアイロンの仕方からそれの表現の仕方、撮影の仕方までちゃんと最後までやっていきたいかなと思うんで、皆さんぜひ楽しんでいってください。で、僕も髪質改善だったりとか宿毛矯正っていうのをしっかりとやるんですけども、今日は助っ人呼びました。もうツヤ髪といえばこの人。はい、志田さんでーす。準レギュラーの志田でーす。そんな言うほど出てないでしょ。そんな出てないか。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、志田さん、まず自己紹介を。はい、志田翔平っていう美容師やってます。最近だと、髪質改善系、宿毛矯正とか、ここ最近だとアルカリ3熱トリートメントっていう新しい技術を発信させてもらって、まあ、それを主にメインにお客様をきれいにさせていただいてるって形になります。はい、志田さん、今、サロンはサロンは、今、ネックスっていうところから出た、キュア店っていう髪質改善特化型サロンっていうのに今、所属していて、本当に、お医者さんでいうブラックジャックみたいな人たちが、集まったっていうサロンで働かせていただいてます。じゃあもう髪質改善、3熱トリートメント、宿毛矯正のプロということで、はい、そうです。今日は、じゃあ助っ人としてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しっかりやります。はい、じゃあ早速、お願いします。お願いします。はい。はい、じゃあモデルさんですね。もう、3熱トリートメント後、ということですね。そうです。トリートメントの施術まではやっていて、今日は取り方ってことだったんで、はい、乾かすところまで、ブローまでは終わってます。はい、まあその時点でもうだいぶ。もうすごいね。うん、ちなみに、はい、ちょっとだけヒントで薬剤なんかはどこまで教えてくれるんですか？ちょっとだけですね。うん、今日はアルカリのクリーム、これがアルギニンクリームっていう pH が高くてアルカリ度もある程度ありますっていうものなんですけど、ディオキシル酸との非常に相性がいいっていうクリームがやっと出ました。これがいいのと、グリって言えばわかるかもしれないですけど、グリの機材は今回はメテオ。ありがとうございます。ありがとうございます。使わせていただいてます。はい、グリ誘導体グリ、あとはレブリンが入ってるんで、その過強系トリートメント、今の髪質改善トリートメントには非常に相性が良かったんで、カラーインじゃないバージョンで今回はやろうかなと思います。アルカリに寄せたディオキシル酸の3熱トリートメントってことですね。そうです。アルカリ3熱。はい、あといろいろ入ってるんでしょうけど、今回はこの2つだけで、はい、よろしくお願いします。はい。あとはもうお好みで好きなような調合、キャラチン入れたりとか CMC 入れたりとか、前で入れてあげてもいいし、中に入れてもいいし、他にもいろいろ入れてるんですけど、この2つがあれば、僕の中のアルカリ3熱っていうものに関しては完結できるのかなっていうので、2つは押さえておいた方がいいかもしれないです。あとはヘアキャンプに出ちゃいたい。ヘアキャンプに出ちゃいたい。はい。まだオファーが来てないので、ぜひ皆さん DM 送ってください。じゃあ概要欄にヘアキャンプのメールアドレス書いといてばいいんですか？送っといてください、それで。じゃんじゃん。はい。いつもだったらね、その、ハルギンのクリームだったりとか、あとはメテオだ使ったりとか、あとは他にもね、たくさん、いろんな処理剤使うと思うんで、そういう細かい説明っていうのは今日の動画ではいかなくて、今日はどっちかっていうと、髪の毛をきれいにしたものを撮影するとか、アイロンするっていうやり方っていうのを教わっていきたいかなと思うんで、コメント欄で詳しい薬剤の説明お願いしますっていうのだけは今回は勘弁してください。すいません。はい。じゃあ、早速お願いします。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速お願いします。はい、よろしくお願いします。まずはセンターで分けます。で、イヤートゥーで分けて、4分割に頭をしてあげるっていうのは僕は結構こだわってますね。1回入れたところに熱入れをすると、やっぱそこだけ硬くなったような印象を受けたりとかするんで、できるだけあんまり入れてあげたくないからしっかり分け取るのと、だいたいバッグは髪質改善の場合は4ブロックか5ブロックぐらいのブロッキングで分け取ります。宿毛矯正みたいに大きく癖を取るとかっていう効果は僕は見込んでないので、熱を通る幅、細い方だったらもうちょっと細く取ってあげてもいいかなとは思うんですけど、今回のモデルさん結構髪の毛しっかりしてるんで、4ブロックから5ブロックぐらいでいきます。ダッカール、コーム、アイロン、皆さん興味あるかも。ありがとうございます。まずダッカール、無印です。無印？
はい。無印良品の無印。無印良品の無印です。へえ。これがね、結構止まりが良くて、すごい好きなんです、僕。で、うん。ホームはラブクロム。なんか美髪美容師さんはね、みんなこれ使ってると思うんですけど、静電気が起きづらいって言われてるホームになってますね。ゴールドじゃないの？ゴールドはちょっと顔的にちょっといかつくなっちゃうんで、シルバーか黒がちょっと顔面的にこっちがいいかな。そういう問題です。OK です。はい、で、アイロンはラディアント。はい。今回はアイロン210度。 210度。はい。基本的に210度が多い。220、200。でまあ、毛髪とダメージレベルとか太さとかですね、うん。によって合わせてやっていくんですけど、基本的には210度から200から220度の間でラディアントの場合はやっていきます。なんでかっていうと、アイロン、ラディアントの特徴としてシルクプレートっていうのを使ってるんですね。この滑らかになるのと、普通の鉄板のプレートよりもだいたい20度ぐらい髪の毛に伝わる熱が低いって言われてるんですよ。なので、210度やってもだいたい190度ぐらい。で、中に入るのは多分180もいかないと思うんですよね。ってなると、グリが効くのは210度ぐらいでも全然適任の温度かなと思うので、今回210度でアイロンします。はい。モデルさんのビフォー状態っていうのは、後で志田からもらって、隣に置いときます。ありがとうございます。はい。で、まず持ちますね。で、しっかりと、結構アイロン入れるときに、こっちで入れちゃう人多いと思うんですよ。真後ろみたいな。うん。でも頭丸いんで、しっかり落ちる位置、大体の落ちる位置で、ゼロテンションのコーミングですね。まず1回。はい。で、挟んで、で、アイロンを下のプレートでこう髪の毛を置いてあげて、上で押さえるだけです。なるほど。で、通します。で、コーミングしたら、このままノーテンションノープレスですね。で、しっかり熱入れます。で、こういう風に下がダマになったら、こう持ち替えて、ノーテンションノープレスです。で、しっかりと水分を抜くことっていうのが大事なので、しっかりゆっくり、よいしょ。で、入れてあげると、よいしょ。もうツヤです。あー、すごいね。いいですね。うん。これが、まあ、メテオのグリオキシル酸の効果がしっかりと完成された状態ですね。こっちがまだ未完成というか、未完成も綺麗だけど。まあ綺麗なんですけどね。まあそもそもやっぱり、もうすでにね、ブローとかで十分綺麗になってる状態だけど、アイロンで脱水縮合ってやつですね。そうです、そうです。はいそれが行われると、こんぐらいのツヤがしっかりと出ますね。なるほどツヤですね。あ、思ったよりスライス厚いですね。そうですね、うん僕は営業中はだいたい3パネルから4パネル。ロングの方だと結構いけます。なんでかっていうと、髪質改善トリートメントっていうのは、傷んでるところに作用するんですよ。だから、根元の方っていうのはダメージ少ないから、そこまでしっかり薄スラでパネルを取る必要がないと思ってます、僕は。うんなので、こんくらいの厚みで、長い人ほど結構間隔空けてるかもしれないですね、根元は。ただちょっと正直、モデルさんの毛量的にはもうちょっと薄くてもよかったっすね。やっちまいましたね。大丈夫です。これでも十分効果はあると思います。どんどんいきます。やっぱりこう4ブロックしっかり分けてることによってめっちゃ早いですよね。入れるところがめっちゃ明確になるんで、どんだけ急いでっても4ブロックに低中線とイヤーっていうのは分け取ってあげた方がいいかなと思います。しっかり熱を入れます。これでなんかアイロンしていくうちに感覚的に熱入れができてないとかって感じることがあるんですよ。どういうこと？なんかの感覚になっちゃうんであれなんですけど、ここ水分残ってるとかっていうのを感じる時があるんで、これはでも経験ですね。熱が抜けたっていうのがあー、なるほど。甘いみたいなのを感じる時がある。でこれをちょっと熱入れ甘いなと思ったらもう一度入れてあげる。やっぱりブローが大事だよね。フロー大事です。アイロンに行くまでのものっていうのがすごい大事になってくるかなと。あとはなんか癖が全くないって人はほぼ日本人の場合はいらっしゃらないんで、うんアイロンで伸ばして癖を取ろうってするとうねりは取れるんですけどねじれが取れないんですよ。髪の毛って波状毛って波打ってるタイプと、うん捻転毛ってねじれてるタイプがあるので、大体の方がミックス混合になってるからしっかりブローで取ってあげるのは大事ですね。で今でこれで4ブロックですね。そうだね。はい、でも最後にやっぱり表面の表面は絶対綺麗に見せたいので、はいはいはそこはアイロンまた入れ直すんですけど、一回これで僕は終了させて、最後に毛先まとめるのと表面入れていく感じです。い。なるほど。表面は表面で、やっぱり最後フィニッシングというか、そうですねって感じですかね。こうやってイヤートゥで分けてるんで、はいここのやっぱり熱入れが甘かったりするんですね、こう入れてるので。うんうんうんだからここの真ん中のところはもう一回入れ直してあげるのと、はい毛先に関してもやっぱり最後スルーが甘かったりとかうん熱入れ甘かったりするんで、でも入れすぎると熱焼けしてしまうっていうのがあるので、ある程度の束を作った状態でさらに熱入れをしてあげることによって熱焼け防止と最後のフィニッシングの綺麗さうん。っていうのは意識してます。ありがとうございます。じゃあ引き続きいっちゃいましょうか。
で僕今後ろから見えやすいように入れてるんですけど、うんうん。基本的に営業中は前から入れるんですよ。それ理由があって、なんか後ろで紙質改善やってる間になんか黙々煙が出てるのとかっていうのはいいことなんですけど、紙質改善って煙が出た方がいいんですよね、水分が抜けてるから。でその煙が出てることも僕の中ではお客様に対するパフォーマンスなんですよ。なんか大丈夫ってなると思うんですよね。煙出てるけど大丈夫ってなりますよね。はい、その感じも大丈夫なんでっていうのもパフォーマンスだし、一番最初にこう1投目を入れた時の変化の違いが前の方が分かりやすいから、お客様に一緒にこの変わる姿を楽しんでもらうためにも前から入れます、アイロンは。生粋の髪質改善パフォーマーさんですね。パフォーマンスすごい一丁前にやってる。大事だよね。大事です。すごくお客さんはね、感動しに来てるというか、そうですね。変身しに来てるから、そういうのをね、演出できる美容師さんっていうのはやっぱり売り上げも高くなるし、お客さんのね、支持率も高くなると思うからね。やっぱりそのワクワクしてる状態から始まって、こうぐるーって回っていってこっちに行くっていうのが、なんか後ろもそうなってるんだろうなみたいなイメージも膨らませながら仕事ができるので、やっぱ期待値がお客様上がりやすいですよね。後ろからだったら綺麗になってるのがわからないので、できればっていうか絶対前からですね。絶対前から。前髪ある場合は？前髪ある場合はもうサイドからですね。前髪は最後です。はい。なるほど。やっぱりこういうツヤっていうのは絶対に長さあった方が映えるんですよ。ってなると前髪短いじゃないですか。なのでやっぱり最後にやってサイドからやってあげるっていうのはかなり大事ですね。ちょっと今モデルさん後ろからやったからこいつ何のこっちゃねんって話だと思うんですよ。私変わってるのかなみたいな。嘘つきじゃん。嘘つきってなってると思うんですけど今横やりますね。普段のサロンワークだったらここで言います一言。今一生懸命乾かしたと思うんですけど、この後アイロン入れたらすごい煙出るんですけど、それいい反応なんでびっくりしないでください。わかりました。はい。結構思ったより出るんでいきますね。はい、出てますねこれ。ちょっとびっくりしました。びっくりしちゃいました。大丈夫です。これいい反応なんで。でこれをスーって入れてあげるとこういう感じになるんですよ。ツヤンツヤン。ツヤンツヤンですよね。これが3熱トリートメントの効果です。でこれ触らせません。僕ここで。はい。お客さんに絶対触らせない。モデルさん手今ビクってしちゃうじゃない。何嫌なやつじゃん、ただの。触らせない。絶対触らせない。で前の方を全部やってから触ってもらいます。その心はやっぱりワクワクとじらしですよね。やっぱり。はい。こだわり強めだね。癖強めだね。そうですよ。強いですよ。やっぱここで触ってもらってもいいんですけど、厚みがあった方が自分の普段だってこう開け取ってこうやって触らないじゃないですか自分でこうやって触らないから。いつも触ってる自分の髪の毛の重さと長さの状態で触ってもらった方が違い感じやすいんで、今のパネルで触らすとやっぱり二流ですね。あそこでやってた二流。あそこで触らしたら二流。二流です。アンチコメントお待ちしております。すいません。嘘です。調子こきました。まあでもね、そんぐらいね、髪質改善をもうものすごい人数やってるもんね。いやもうめちゃくちゃやってますね。シダのサントリーがシダの3熱トリートメント。そうです。シダの3熱トリートメント。略してシダのサントリーですね。3熱トリートメントとストレートパーマ、宿毛矯正の比率はどんぐらいなの？これがちょっと僕ややこしいんですけど、9割の方が矯正かけてて、9割の方が髪質改善の3熱トリートメントしてるんですよ。ややこしいですね。ややこしいです。めっちゃややこしくて、やっぱり髪質改善ってものに関しては僕は3パターンあると思ってるんで、ダメージの改善の3熱トリートメント、あとは癖の髪質改善の宿毛矯正、あとカットです。なので今回ダメージの改善でアプローチをかけたとしても、このモデルさん若干うねりがあるんですけど、うねりがある方だったらやっぱり矯正をしてあげて面を整えた方がトリートメントの持ちも良くなるし、そもそもカットがいけなかったらどっちも完璧にやっても綺麗に見えないんですよね。なので僕のお客様はほとんどはうねりがあるとか髪質に悩まれてる方が多いので、やっぱり一回矯正でベースを整えてからトリートメントですごい持ちを良くしてあげてるっていうような形を取らせてもらってます。なるほどです。はい、でこの状態までいってちょっと触ってみてください。すごいツヤツヤです。ツヤツヤですよね。はい。ありがとうございます。絹みたいな。なんか絹みたいですよね。いい感じ。いい感じ。めちゃめちゃいい感じですね。めっちゃいい。これ一瞬失礼します。はい。おお。いいっすね。いいね、シダ。ちょっといいっしょ。はい。ツヤツヤ。ツヤツヤになります。
柔らかさもすごいいいですね。うんで、なんかめっちゃプルプルですね。プルプル。ちょいいわ。この引き続き、サイドはだいたい3パネルぐらいうんですね。まあ、厚みがある方だったらね、もうちょっといきますけど、長さがあるので、ゆっくり熱を置いてってあげて、一人で入れて、多分僕、長戸さんのオープンチャットとか見させていただいてると、すごい40分かかりましたとかっていう、3熱のアイロン40分かかりますとかって方は、おそらくパネルが薄いのかなとそうだよね。思います。パネルの数が多いってこと。そうです、そうです。もちろんやっぱりそんだけ薄くやってあげた方が水分抜けるじゃんっていうのはわかるんですけど、物理的熱のダメージとか、うんそういうのを考えれば、このくらいの方が僕はいいのかなと思ってます。なるほど。俺ももうちょいスライス多いかも。ああ、本当ですか、うんちょっと勉強になりました。ありがとうございます。はい。すごい、めちゃめちゃツヤが。でもこれでもまだちょっと、なんだろう、全体的に今アイロンが終わったんですけど、はい。個人的にはこのレイヤー、段が入ってる部分と表面のこの毛羽立ちとかが気になるので、これを最後まとめますって言ってアイロンを入れたいですね。この子たち、まだ甘いんですよね。これは切ってるレイヤーのなるほど、なるほど。部分と、今日はまあまあいいですけど、ここも一応入れるって感じです。なるほどです。じゃあ入れます。全体終わったら、まず表面っていうか表ね。面の、今こうアイロンを、ここの頭の丸みでこうアイロン入れたので、ここはしっかり熱が入ってるんですけど、そこの真ん中のこの子に対しての熱入れが端々なんで、両方の端の部分になっちゃうので、甘いんですね、ここが。うんなので、このくらい。結構熱いね。熱いっす。俺が思ってるより熱い。マジか。で、ここに関しては、しっかりアップステム、オンベースぐらいか。で、取ってあげて、さっき言ったように、下のプレートに入れてあげて、上を置いてくる感じです。で、アップステムで入れた後に、ここから持ち替えて、ダウンステムで入れましょう。最後はやっぱダウンステムってことね。絶対ダウンですね。うんまあ、ツヤ髪を出すならダウンがいいと思います。ノーテンション、ノープレスですね。で、この後に四方をまとめるって感じです。で、甘いところとかちょっとあったら、ここで甘いところを探して、コーミングして、すべての毛を落ちる位置にコーミングしてから、あ、なんかちょっと甘そうだなと思うところを再度入れてあげてもいいかなと思います。僕的にはこの持つこっちの手が本当に添えるだけみたいな。左手は添えるだけ。スラムダンク。はい。上映します。これから。この冬上映。映画。はい。見に行きましょさすが、一応元バスケ部。う。山本バスケ部。帰宅部並みのうまさ。函館代表。いや、1回戦、地区予選敗退。弱すぎじゃない。弱いです。中学、高校、高校です。高校。はい。弱小校 S。あ、すいません。じゃあ、ちょっと仕切り直して。で、ちょっと今日僕のカットじゃないんですけど、このモデルさんに関しては、顔周りに段が入ってます。そこに対して、真下でアイロンを入れてしまうから、この子がうまくまとまらなかったりするんですよ。僕も今現状、ここでアイロン入れたんで、若干ここのまとまりが悪いので、しっかりこのカットされた型のカットラインに合わせて持ってきてあげる。で、ここで切ってるなっていうのを見つけたら、ここで引き出してアイロンを入れるっていうのはすごい大事です。ここでしっかりと内に入るように切ったラインで入れてあげる。やると、こうツヤンと入ってくれますね。どうですか、左近さんのレイヤーは。レイヤーしっかり切ってますね。彼がレイヤーを切るとは思わぬが成長しましたね。先輩面成長しましたね。でもすごいよね。もう、超一人前超えたよね。うん、左近はもう売れっ子になった。売れっ子になっちゃったんで、ちょっと僕もいつすねかじらしてもらおうかなと思って。本当に。本当に。身内ネタが多い。すいません。左近さんに関しては僕のサブチャンネルのテントサウナの時に川で流されてた人です。はい、じゃあ続きなんですけど、ちょっと毛先の方もっと見えやすいように一回クロスしてもらいました。じゃあ続きお願いします。はい。よし、じゃあ、これも全部一緒ですね。さっきは頭の形に合わせたんですけど、今度はカットラインに合わせて毛先を合わせるって感じです。持ってきて、まあ、こう前上がりで切ってるならそこの切ってるラインまで持ってってあげて毛先をまとめる。これはね、自分で切ってるお客さんだったら分かりやすいですよね。ああ、そうだね。はい自分の引き出した角度でそうです。アイロンするってことね。そうです、そうです。このカットラインに合わせて、内に入れてあげる。この時は、これ結構笑われるかもしれないですけど、めっちゃ思い込めるんですよ。内に入ってねって、ツヤツヤになってねって、収まってくれっていう気持ちをめっちゃ持ちながら、モデルさんは苦笑いだよ。苦笑い。
マジっすか？結構持ってますよ、僕。でも分かる。気持ちわかる。はい。俺もカットの、癖を収めるカットの時は、うん。収まれーと思ってる。すごいっすね。これやったら絶対うちに収まってくんなきゃ困るよと思って。うん。マジで本当大事ですよね。左同様、切ったカットラインに合わせて、アイロンを入れてあげる。ちょっと持ち替えて、しっかり切ったカットラインに合わせて、熱通してあげて、ノーテンションのプレスゆっくり。はい。入れてあげる感じですね。よし。そしたら、しっかりカットラインに入れてあげると、こんぐらいレイヤーが入ってるスタイルでも、カットライン通りにアイロンを入れてあげると、ある程度内に入ってくれます。最後に、すべての毛を落ちる位置で溶かしましょう。で、結構やりがちなのが、こういうのを割れてるじゃないですか。これ割れてるのをそのままにしてしまう方がめちゃくちゃ多いんですよ。こういう割れてるのですね。けど、これって本来の落ちる位置に毛がいってないんで、しっかり放射線状に落ちる位置で溶かしてあげる。でもこれってコーミングだけなのに見え方って全然違うんですね。だったら最後にこの何十秒かのコーミングで仕上がりの見た目が変わるなら絶対綺麗に取れた方がお客さんも嬉しいので、ここに関してはしっかり落ちる位置でこんくらい溶かしてあげてください。はい、アイロンまで入れ終わったんで一度クロスを外して撮影の仕方に移ります。ちょっと外します。すいません。で、この外した時に絶対乱れるので、乱れてからもう一回溶かしましょうね。はい、順番逆でした。で、モデルさんに関しては、ちょっと下向いてもらった方がいいです。下向いてください。首で下向いてもらう。はい。そうすると、ここのツヤがですね、わかりやすくなりますね。で、後ろに持ってきて、あまり内に入りづらい前の毛とかは、内に入るなら持ってきた方がいいです。入らないんだったら前に下ろしちゃった方がいいですね。なるほど。はい。この子がこうやって跳ねるようだったら、この子をこっちに持ってきた方が見栄えはいいですけど、綺麗なラウンドを取りたいのであれば、もう完璧な跳ねないカットをしてあげて、後ろに持ってきたい。これはサコン君ちゃんと切ってるからうちに入ってくれてますね。さすが。ありがとうございます、サコン君。3人の共同作業です。3人の共同作業だね。で、しっかりさっき言ったような、このラインですね。特にやっぱバックから取るなら、バックのラインはすごい大切にして、このカットラインも見えるようにっていうので、やっぱカットもすごい大事になってきます。はいはい、照明とかって使わない主義でしたよね。僕は照明使わない主義です。ここら辺にある照明一回切った方がいい？切ってもいいです。まあでも回してるだけだけどね。はい。直接当てると、ちなみに今直接当たってないんで、直接当たるとこういうイメージで結構わかる、ギラついた線になっちゃうんだよね。そうなんですよね。ちょっとギラギラしてるのが僕は苦手なので。じゃあ、回すぐらいで、基本的にはサロンの照明のまんま、そうですね。この上についてるこういう照明ですね。うちのレールの照明みたいな形で撮るみたいな感じでいきましょうか。はい。で、僕はですね、これ、おのおのいいと思うんですけど、オイルをつけないで撮ってます。スタイリング剤は基本はあえてつけてない。おお。その方が本物っぽいからですね。スプレーも何もしてない。何もしてないです。へえ。なんか、ちゃんとやってる感あるじゃないですか。おトリートメントだけでこんなですよって言いたいんで、なるほど。あえてつけないし、だからその照明もつけないし、っていう感じなんですよね。でもちろん、ノーマルカメラ、お iPhone ノーマル、iPhone ちなみにそちらは14 Pro でございます。さすが買えるようになりました。ありがとうございます。皆さん、僕の成長議事録を。じゃあちょっと早速撮っていきたいと思うんですけど、じゃあモデルさん、先ほど同様、下向いていただいてもいいですか？はい、首ごと上って向いてください。ありがとうございます。大変なんですけどね。肩に沿わしてあげて、でこれで撮っていきます。で、撮るとき、コームの持ち方からです。皆さん結構ここで持つんですよね。そうすると、ここで取っちゃうから幅がここしかないんですよ。なるほど。だから僕はここを持ってます。なるほど。はい。要は、リングコームの一番先端を持つ感じですね。そうです。はい。で、動画を撮るときに、ここの天使の枠、頭が切れてる方がめっちゃ多いんですよ。近くこんな感じで。で、ここでこうやってやってるんですけど、これだとせっかくの綺麗にした天使の輪が見えない。あと長さもわからないっていうのがあるので、しっかりと全体が見えるように。頭は切らないってことね。頭は切らない。でも、お客様の顔もあまり入れたくないので、このくらいの角度ですね。で、これぐらいの距離感ってことですね。そうですね。もうコームはギリギリ届くぐらいの、僕170センチなんですけど、腕とこの感じが。だから皆さん結構近くで、iPhone の位置も見てほしいんですけど、体と iPhone の位置はもうギリギリです。ここの距離がギリギリで、腕もギリギリ。このくらいで持ち上げてあげる。っていうのが、すごい綺麗に、画角も綺麗になるかなと思います。結構近い人多いよね。近いです。多分体が楽して、前で
さささっと、そんな感じで撮ってるっていう。こういう感じで撮ってる。もしくは、うん離れてるんだけど iPhone が近くて近くなっちゃってる。ももしくは iPhone 離してるけど体が近い。うん。なんで iPhone も離して、携帯も離しながら腕はギリギリ伸ばす。うん。で、全体を映す。後部の持ち方はこ OK です。う。はい。じゃあ実際に行きましょうか。じゃあ、撮ってる姿は、こちらのカメラで映して、志田さんのその撮ってるやつは左側に流します。ありがとうございます。じゃあ行きますね。はい。撮ります。こんな感じです。いいんじゃない？いいっすね。この撮るポイントみたいなのも説明できればいいと思うんですけど、うん結構コームそういって持ってるのに綺麗に撮れないよみたいな人もいらっしゃるんですよ。僕うん何人かにアドバイスさせていただいたことあるんですけど、うんそういう方っていうのは基本的にコームを入れるのをこのまんま頭がこう丸いのに対してこうやって入れちゃうんですよね。まっすぐ。けど僕は頭の丸みに対してちゃんとこの先端でテールの部分で沿わせながら全部をすくうっていうのと、耳から耳のイヤートゥーのここが一番人間が広いので、面積がでこの緑の部分ですね、こことここは毛が少ないじゃないですか。一番毛が多いのが耳から耳のここをつなぐここの一直線が量が多いので、そこを全部取ってやるぐらいの勢いでいきます。耳の部分からギュイーンって沿って耳の部分まで取ってバイン。さすが。これはもう何回やってもできますね。目つぶってまでできる。目つぶってもキモいキモい。できます。まあ、何年もやり続けた結果が。そうですね。もう3、4千人ぐらいやってると思うんです。さすが3年でその取る量っていうのも結構表面でね、取っちゃうといいんですけど、厚みが足りなくてペラペラってなっちゃうんで、厚みがあった方がバインバイン感は出ると思うんで。どっちかというと。おー、美しい。綺麗ですね。うん。そういう感じで取ってあげるといいかなと思います。はい。で、今、この状態で綺麗になりました。うんでも動画撮ってるのを見てるのって僕だけじゃないですか。うん。でも、それってお客様が一番気になってるところなんですよ。なので、僕は絶対お客様にビフォーアフターをお見せします。はい。ではちょっとやっていきますね。実際のビフォーの状態から絶対見せるんですよ。で、今日のそのビフォーがこんな感じ。ちょっと乾燥していて、先のところのパサつきとかも気になるかなと思うんですけど、はい今回トリートメントして仕上がりが、何もつけてない状態で、こんな感じ。めっちゃ千田綺麗さんのインスタグラムの投稿と同じような。一緒ですね。はい。でもこれ自分の髪が今こうなってるんで、サラッサラですね。うんうんうん。で、これよかったらエアドロップで送るんですけど、はいどうですお願いします。ありがとうございます。で、エアドロップで送ります。で、これをですね、送って、いいですね。これがビフォーなんで、まだ何もつけない状態で、うんうんうん。ツヤが出てて、面が整ったのかな。めっちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗です。いいですね。はい。これで1回目なんで、2回目もっと良くなるし、3回目はさらにっていう感じでなっていきますんで、なんかすごい伸びしろがあると思います。ありがとうございます。はい、いい感じです。やっぱ回数を重ねればいいと伝えて、そうです。まあそうだよね。通っていただければどんどん良くなるし、あとはホームケアだね。そうですね。一番はホームケア。うんあとはさっき言ったようにカットと宿毛、癖があるなら宿毛矯正と、うんだけどやっぱりそこでダメージケアっていうのもすごい必要になってくると思います。で、傷んでれば傷んでるほど、やっぱりこういうサンデストリートメント系は毛髪強度が上がりますんで、繰り返しやってってあげて、傷まないような状態を作ってあげるのもいいですし、3熱みたいな髪質改善が必要ないなと思ったら、栄養補給にシフトしていくのもいいかなっていうふうに思います。はい。めっちゃ綺麗で。いいですありね。がとうございます。うん気分が上がりますね。上がりますね、これは。最高。ツヤンツヤン。ツヤンツヤンで。しっかりアイロンが入れれば後ろに持ってっても内巻きに入るし前に持ってってもある程度内に入るので、アイロンの入れる角度とかはカットラインにしっかり合わせてアイロンを入れてあげるっていうのは大事なので、どんどんしっかりやってあげた方がいいですね。最高でしたね、モデルさん。最高です。本当ですか？僕も最高です。志田さんのサロンワークを超久々に見た感じですそうですね。ね。3年ぶりぐらいですかね。そうだね。すごいいい感じです。はいじゃあ、はい、そんな感じで。じゃあ、モデルさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。めちゃくちゃ。違います？結構いい感じになりましたね。これはめちゃくちゃ
ゃ嬉しいです。柔らかインスタグラムとかでいつもストーリー載せるんですけい。ど、はいはいはい。こっちの方がいいって言ったら失礼ですけど、バイーンってなってますね。まあなんか好きな質感っていうのが美容師さんって違うんで、僕は結構なんか生っぽいというか菅み感をメインにした柔らかい感じ。まあ正直今回メテオっていう新しいのを使ったんですけど、ちょっと想像以上に良かったです。はかっこいいですね。い。なんかトゥルトゥル柔らかさとツヤ感が両立できてるのがいいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。自然だった。自然にメテオ。はい。ありがとうございます。でもマジでいいですね。うん仕上がり。めっちゃいい。ありがとうございます。モデルさんも志田も喜んでもらえて。いい仕事してますね。うんこれ。ありがとうございます。めっちゃいいです。でも。いい。ツヤツヤ。はい。じゃあ、そんな感じで切ります。はい、お疲れ様でした。最初。志田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。た。さあ、こんな感じで、今日は、ツヤ髪の作り方、ツヤ髪のアイロンの仕方と、ツヤ髪の取り方。この取り方っていうのを、こうやって、皆さんに披露する場所ってあんまないよね。あんまりないですね。どうやって学んだの？僕ですか？いや、なんか僕は、なんだろうな。やっぱり、インスタグラムとかで見てて、この人綺麗だなって思う方っているじゃないですか。で、綺麗だなって思ったところの、何が綺麗なのかっていうところまで見たときに、あ、頭まで乗っけてるな。ここまでこうしてるな、どこからスライスを取ってるんだろうとか、その綺麗だなと思った人のどこが綺麗だと思ったかってところまで突き詰めた結果、今の取り方に至ってるって感じです。そんな貴重な情報をありがとうございます。いや、長須さんのね一言言われたらインスタライブ中にね、深夜のね、僕が23時に終わりますって言ってから20人しか見てなかったインスタライブ、長須さんが入った瞬間に260人まで上がって見たいです見たいですってなったんで。そうだね、やっぱ皆さんのね要望にお応えできたということで、はい、まあ本当に超有料級の、今日の回になったんじゃないかなと。まあいつものモデルさんを、呼んで、僕と岩崎で、カットカラーとか宿毛矯正とかして綺麗にするっていうようないつもの動画とはちょっと違うんですけど、本当に美容師さんのためになるような回になったんじゃないかなと。まあちょっと一つだけ岩崎じゃなく今日いなくてカメラ僕なんでカメラワークなんかちょっと微妙って思ったらすいません。そんなことあるんですね。いややっぱ岩崎の方がうまいよ。もうプロです、プロだよあいつは。はい、間違いない。はい、じゃあそんな感じで今日は志田をお迎えしてこういう会を開かさせていただいたんですけど、志田さん髪質改善のプロフェッショナルですね。もう月間何人も何百人かもう、はい、をやってるプロフェッショナルなんですけど、詳しい配合だったりとか、あとは志田のもっと突き詰めた技術っていうのはまあそこまではちょっと今日の動画では出せないんで、ネックスアカデミー、はい、志田の、所属してるネックスっていうグループのオンラインサロンでいいのかな。そうです、オンラインサロンに申し込んでいただくか、もしくはヘアキャンプに志田が熱望してるヘアキャンプさん、はい、ヘアキャンプさんに志田さんを出してくださいと先ほども言ったけどメールなんかしていただいて、その声が多くなって志田に行ったらもう皆さんがもっと突き詰めたサンネストリートメントだったり宿毛矯正だったりっていうのが見えるんで、まあそこら辺狙って、まあ目標があるっていいよね。はい。ヘアキャンプさん僕も待ってます。それはずるいな。そうです。そんな感じで志田さんもうプッシュ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はそんな感じでこの動画終わります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れでした。ありがとうございました。志田さん今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？いやー久しぶりにやっぱり元上司に見られながらって緊張します。わかるー。はい。すごい楽しかったです。いいよね。やっぱりやってることを言語化するって難しいんだなって改めて思ったんですけど、やっぱりやる側も勉強になるな。そうなんだよね。人に教えるって勉強になるから。まあ俺もYouTube でやっててもなんか勉強になるし、はい、そうあと後輩とかに今はね岩崎しかいないからあれだけど、はい、やっぱ大きい店にいた時はすごい教えれば教えるほど勉強になるんで、はい、画面の向こうの皆さんもしっかりと後輩だったりとか教えたり、あとお客様に説明するといいですよね。そうです。そういうのをやってください。はい。じゃあ志田さん今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。またお願いします。はい。